はようございます。11時11分ゾロ目の時間となりまして、思い切って録音ボタンを押してしまいました。YouTube クラシック音楽道場ご覧いただきありがとうございます。思い立ったが吉日シリーズ何のシリーズだかよくわかりませんが、こちらの楽譜は、皆様よくご存知のショパンの名曲エチュード。やっぱ13番って私ピンとこないな。オーパス25の1という、そっちの方がしっくりきませんか。エオリアンハープというね、俗称、ショパンがつけた名前ではないと思いますが、大いに結構な素敵な名前で、こちらの曲の和声解析を以前リクエストいただいてた記憶があるのですが、いけると思った時に行かせていただくということで失礼いたします。行ってみましょう。最初の音はこんな感じで、というわけでラの音が主音となるこのラ、下にラがありますね。はい、ラフラットっていうのが本当に正しい言い方ですが、というわけでドイツ語で言うとアスという音が主音となるアスドゥア、変異長調の音楽であることはもちろん自明のことでありますが、それを自明と言って、何も しないのはではね、そこで書き込むのが当クラシック音楽道場の勉強の仕方です。ドイツ和声で書くと大文字の T と書いて長調の、トニカ手話音であるということを、一つ書き出してみようかな。コードネームは私はこう段の上に書くのですが、こうね A フラットメジャーということでね、こう書けばいいでしょう。こちらの早速ご案内となりますが、頑張ってね続けていきたいと思います。こちらの動画グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、なんだっけ、こっちを読むのか。動画は長いものになると思われますので、概要欄のタイムスタンプをどうぞご利用くださいませ。ご自分の見たいところに飛んでいけるという風になっているはずです。分かりにくいことがありましたら YouTube 巻き戻し機能を使ってどうぞ何度も繰り返し見てみてください。なので私はなるべく2回同じこと言わないで先へ行きたいと思います。というわけでトニカに始まってで、ショパンがねこのクレッシェンドを書いた先のこのファーの音です。これがショパン芸術なんです。いきなり確信に迫る。何かファーの音はラシドレミ第6音というね、単体で数えるとここはこう書き表すことができるんですね。まあね、6の和音っていうわけではないです。まあコードネームであえて言うなら、フラット6って言い方をしてもいいけれど、まあずっとトニカであるこの和音の中にね、ずっと一段丸々 A フラット、その中にこのファの音1個ね、第6音、ショパンは第6音が好きです。絶対好きです。もうこれがその象徴的と言ってもいいかもしれない。あらゆるショパンの曲をまたご一緒に勉強してみましょう。録音いっぱい出てきますから、いろんな録がうまいんだな。何度も言っちゃうこれは。ね、というわけでこのクレッシェンドの意味はですね、第6音にショパンが歌い込みたいというこの気持ち。で、その録音のまあここ濁ったっていうかなが混じったものをスッとね、普通の何もないただの A フラットにね戻すために、ここではですねペダルをね踏み替えるという、もう全然踏み替えなくても全然綺麗なんですけど、まあラドミという音にね、ファの音をね、まあ、よっぽどこのファが大事なんですよ。そのファが大事すぎてね、それをちょっと一回ね手抜きを手加減するために踏み替える。もうショパンのねピアノ演奏芸術のね心配りというか、心であり録音、心配りであるこのね、もう冒頭から
芸術って何度も言っちゃうけど、本気で私そう思っております。ね、ここはペダル踏みっぱで始めてクレッシェンドして録音を感じて、そして落ち着いてもう一回録音ね、クレッシェンドした時のやっぱりミファ、このねクレッシェンドの頂点にあるファ第6音ですね。先に言っちゃいますけど、ミファミシラ、これもね、こうデクレッシェンドが2回続いてて、どうせ中年ってね思うかもしれませんけど、まあある意味ですよ。この1回目っていうのはミファを落ち着けるための減衰。シというのはアスドゥアにおける第2音というね、ここで説明が必要なのは、当クラシック音楽道場においては、どの動画も和声解析においてはね、246和声解析といって、この2音とか、あと4音もね、レもそのうち出てくるんじゃないかな。下見えますか？このアスドゥアの中で、ね、ここのレファラの第4音。これはレファラの和音は D フラットというね、ヨドの和音になる。この、アスドゥア、書く場所間違えちゃった。この第4音サブドミナントであったり、この4音。ね、この、なるほど。4小節目、クレッシェンドした先で、ここにバスのね、第4音、すごい大事じゃないかな。4の音。シーララ、この2の音。で、長いクレッシェンドあるけど、この第6音大事にしようね。第6音だよっていうのが分かるように、こうやって246の音にクレッシェンドマークをね、書いていくことで、この和声的な抑揚、盛り上がりというものを確実にこうね、書き表し、そして演奏する際にはね、そこに注意して、演奏することでね、まさに和声楽と、よく分かっていて、しかもそれを感じる鬼に金棒の素晴らしくね、上手な芸術的価値の高い演奏になると信じて我が人生今後もね送っていきたいと思ってるんですが、246和声解析という名前をつけて、ここの音たちをねやってみてみましょう。この盛り上がって第6音を感じて落ち着いて、もう一回6音と2音を感じて4の和音からでどうなるかなと、こんなもんでね弾いてて私は気持ちがいいと思っております。独りよがりでないことを切に願います。さあ和声をどんどん見ていきましょう。1段目はもういいですよね。ミソシレね、ミソシレというE フラットセブンスというコードネームはアスドゥアにおけるドミナントの7属7というふうに書いていいでしょう。属7から属9と言わずにもう第6音というこの単体の音としてね、私は取っちゃおうかな。ドミナントでに対してのそうですね。もう一個別の言い方しよう。もう分かりやすいのはこっちだ。ドミナントからシーってこの第2音ってねすごく綺麗な音がしてる。これはもうクラシック音楽のもうなんていうかな、一つの美しき基本中の基本ともう私は言いたくなっちゃう。すごく綺麗に見える。これはなんでこんな綺麗か。ラドミというね A フラットという和音なんです。ここはトニカなんです。だけどラドミの音にシは入ってない。わざわざ音を外すんです。不協和音として。で
その外れたのが胸キュンの効果をね、我々に与える。ラとシがこうね、ぶつかっているという不協和音、これを和声楽ではイオンというふうにね、言います。で、それはね、下にも美しい不協和音なんです。なので、もう私はこの黄色いね、フリクションのペンでね、失敗したらこれ消せるんですけれど、はい、こっち側かな。これがね、またショパン芸術なわけです。これはショパンに限らずも、この大人にいらっしゃるバッハ先生、ベートーベン先生、ショパン先生、もうラフマニノフ先生だってね、プロコフィエフ先生だって使うんじゃないかな。多分ショスタコーヴィチ先生はもちろんね、遠く離れたロシアの地でもね、もちろんこういう不協和音の伝統というのはね、ジャズの人たちだってすごいですよね。ジャズなんかも氾濫しすぎちゃってる気がするけれど、不協和音。まあいいや、これはね、その氾濫しすぎる手前のクラシックなね、不協和音っていうものがあったら、それがこうね、落ち着いていくという。このね、イオンという、今字幕に出てるかな、漢字でちゃんと書きますけど、ラドミに入ってないこのファーっていうのも、まあある意味サーティンスとしてね、ファーの音はぶつかってるというふうに、これはイオンであるというふうに言ってもいいと思います今ね。このミソシニアミソセレ属七に入ってないミソセレから外れた、だから属句と私は本当に言わないで、これはねやっぱりなんだ、イオンであるという注意をしてね。でこの後こういろいろ私書いてるけど、これは秘密にします。何を書いてるんでしょう。イオンを弾くね、秘密の奥義があるんですけど、それは簡単には教えたくない。ね、1個前の動画が太陽オーパス25の12というね、それも手がけたところで、その勢い流れに乗って今朝は、撮影をチャレンジしております。というわけでね、大事なイオンの説明ができたかなと。いかがでしょう。はい。このイオンとしての第6音であり第2音でありね、いやー246和声解析法とこの、不協和音アポジャトゥーラの重要性がね、もうバッチリ合っている。ショパンの作曲のうまさ、第6音でありイオンであることを感じましょう。ドミナントのイオンとして、今度はまたトニカのイオンとして、変わっていく。順番にいきますよ。トニカのイオン4小節目、はい、ラドミというね、なかなか面白い音がしてる。これは A フラットオーギュメントという言い方ができるかなと。はい。なんでオーギュメントっていう造語度って音が出てるかっていうと、ミナチュラルですね。っていうのはミファのねを上に登ろうとね願っている力がありますね。これは確実にミからファーに上がってレファラーという D フラットというね、ヨドの和音、まあドイツ和声ではサブドミナントとねこうやって書いてもいいんですけど、サブドミナントへと盛り上がる、ね、第4音でもあり、まあ4の和音単体でも書いてみて、単体の場合私は両角付き括弧なし、これが、単音を表しているつもりです。で両角付き括弧の、数字でも書いてありますけど、これは和声で、何が言いたいんだろう。ここは4の和音へ行こうとしている力のある、大丈夫かな。これをですね、淀へ向かうドミナントということで、淀町の5度と日本でもこう教えてますよね。で、情報変異と言います。この第5音、ミフラットがミナチュラルに情報変異した。こうやってどうやって書くんだっけ。こうやってピッてね、一本線を横に出すんですけど、これで合ってましたっけ。こっちでしたっけ。わかんないや。ごめんなさい。自信なくなってきちゃった。とにかくこれは、淀町の5度というね、そういう同じラドミに見えて、ラドミ。こっちはトニカとしての落ち着きのあるってで、次はオーギュメントっていう風になることで、
もう落ち着きではない。次に行きたくて仕方ない。行く先は淀の和音サブドミナントというね、こういう和声の力というのを、今説明したつもりですね。初っ端から美しいでしょう。ショパンすごいんです。この調子で頑張っていきましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。当チャンネルでは実用和声解析と称して、このように実際の演奏に活かせる和声の勉強をご提示しようとしている次第です。和声をよく分かって演奏したいという方々のピアノ演奏の参考となりましたら幸いです。どうぞね、レッスンも今ね、スカイプでのレッスン、私はもうとても力を入れて、やっておりますし、もうすでにね、大勢の何十人は嘘なんですけどね、どんどんね、レッスン受けたいというお声いただいております。スカイプだとね、私は東京に住んでるんですが、日本中どことでもつながれる。いろんな方と音楽の勉強をご一緒させていただいてます。日々ね、本当に、そこ本当に嬉しく過ごさせていただいてますので、新しい仲間、どんどん集っております。さて、というご案内もしたわけで、どんどん先行きますよね。トニカから淀調の5度、オーギュメントからサブドミナントで、さあ5小節目の4拍目って言っていいかな。これは4分の4拍子らしいので、これはソシレファーというね、和音になってるんだな。はい。コードネームで、私の書き方だと、ソシレ、G のね、ディミニッシュという。で、ディミニッシュセブンスっていうと、ソシレ、ファのフラットになっちゃう。弦七の和音だから。でもこの場合、弦七ではなくて、タン7という音にね、両端になってるんです。ソとファ。なので、これは、マイナーセブンスという。G ディミニッシュマイナーセブンスという、そういうふうに私は、言ってみたいと思います。はい。で、その先が、もうこれしかないんだ、音。ドファソシサスフォー、サステインと、ちょっとこの引っかかってこの第4音が降りていくと、普通に次には C になる。C ドミソ C という、危ないC セブンスという、危ない。サス4がこう落ち着いて C になって、続七セブンスがついてきてる。で、行く先は F マイナーというファラドという音。はい。で、この瞬間何が言えるかというと、和声楽としてこれはこの F マイナーのシラファラドが、落ち着きのあるトニカであると。こので、そのトニカへを目指す続七というね、和声であり、続七トニカと落ち着きを持っているというふうに見て取れるかな。ここは一回ドミナントの以下サス4だけに失礼もうドミナントっていうことに、第5音ドの音、両端ともドだ。これは F モールのもう転調していると見える。最後にこれが決定的証拠。ですね、F モールから見て、このソの音が第2音の2度という和音になる。で、2度七というね、こういう風に考えると F モールのソシレファー2度七ドミナントトニカっていうのは非常にあり得る和声でして、アスドゥアとして考えたときに、このソシレファーという音はドミナントになっちゃうんだな。ミソシレファー
ドミナントトニカっていう、でもそういう力はもう全然持ってないので、これははい、もう F モールとしての和音の和声として捉える方がよりこのクレッシェンドとしてのね、クレッシェンドして転調していくよ、2度調の5度を経由して、そして単調へ行っちゃったんだという、はいはい、このクレッシェンドにはというわけで F モールアスドゥアから見た時の平行調へのね、もう早速ちょっと単調へ転調したなっていうね、美しきアスドゥアの世界からの一瞬にして、ね、美しいサブドミナントに心を膨らませながらも単調、なぜか悲しみを抱えた、何か憂いを帯びたショパンのいきなりの単調は何なんでしょうね。先へ行きましょう。はいはい、いろいろあるな。さあ、うまくいくかな。これもファラドーというのというのは、これと同じ考え方。F ディミニッシュにマイナスセブンスがついている。っていうと、ここで考えるのは、ミだったり、ミフラットというのが主音になる。調へ転調するのかなというふうに考えて、ちょっとね、やめた。ちゃんと考えてやろう。ファ多分2度七じゃないかな。あとはそっか、いいや。シレファラという、E フラットセブンスっていうのはね、属七の音にヒューその前ミファラやっぱりサス4ですよね。 E フラットサス4、こっちはセブンスもくっついてるかなというね、引っかかりのある音から属七というふうにね、私はちょっとごめんなさい、ボケボケでした、失礼。ミソシーをね意識するあまりボケボケなことを言っていた。ミフラットに対するドミナントである C は B フラットですよね。大変失礼。はい書き直した。よっしゃ、これでうまくごまかした。ごめんなさい。字幕でどう修正しようか後で考えますが、失礼。B フラットセブンスで E フラットへとで向かっているはずなんです。向かってるけどここ違うじゃないかって言うけど、それはね今一回失礼させてください。というわけでちゃんとねミフラットを目指しているのが分かったので、これはもう S ドゥアということに一回させていただきます。これはね S ドゥアというのはアスドゥアにとってのフラットが1個減って5度上の調というのは、これは属調と言いますね。ね、アスドゥア主張から見た時の平行調属調というのをさっさとね、割と近親調と言われるのを両方サクサクと使ってみせるショパンの、実に手際の良い和製運びなんて言ってみるといいかな。だから涙っていうのは私は何とも言えないんですけど、そうなんだなと思って弾く。あとはもう一個はだからファソラシが第4音が第6音。F モールにとっても246和声解析法で考えてみても C の後は第4音、バスのレの音が第6音ということで、こうやってね2度七はねもう全部そうもう246だらけなんです。転調しながらもこういう単音としても、ここに
盛り上がりをね、感じてみるといいのかなと。で、ショパンがわざわざ同じく2度、そうだから、S ドゥアにとっての2度7。ただ、この場合は、普通に S ドアの2度7っていうと F マイナーセブンスなんです。ディミニッシュじゃなくて。だけど、これが F ディミニッシュドフラットにわざわざなってるってことは、S モールからね、借りてきたという言い方を日本ではするんですよね。借用和音って言うんですか。日本の和声はね、私は、完全に習得したとは言いにくい。大体勉強して途中で失礼してしまってるので、なんとも自信ないんですが、はい、これはね、S モールっぽい、単調っぽい2度7がしてるなっていうことで、で、246で見ても、第6音の低いもの。だから、こう、6で、矢印下っていうふうにね、ドイツでは書くように私習ってきたので、こういう書き方をしますが、このドフラットというのは、また転調して、しかもちょっと単調っぽいっていうかな。S ドゥアにとってのです。低い6の音。ファーが第2音になるんだな。S ドゥアにとってのわざわざ書くと。はい、こうやって246も見ていくと、ファー、2度1、ソラ、ラ、ミファソラ。ファー、これも第2音なんだけどね、クレッシェンドのさ、始まりだから、あんまりこれを気をつけたから、この2をね、大事にしたから、私ここはあんま気をつけないことにしようかな。登っていった先のファーソラが、第4音というふうになるんだな。第4音であり、属七でありという両方の意味合いがあります。はいはい、そういう言い方させていただきます。で、セラネ属七、さっきいたずらしたからトニカって聞こえる感覚、皆さんに今伝わってますよね。トニカにショパンはしなかった。ショパンは、というわけでここはね、トニカにしないで、なんじゃ、またサス4じゃないかな、これ。OK、E フラット、サス4セブンス。で、サス4好きですね。で、E フラットセブンスでフレーズが終わる。これは属七というね、和声で、フレーズが終わって次もう一回ね、メロディー冒頭がもう繰り返されるのも皆様ご存知の通りだから、ここはドミナントでフレーズが終わる半周詞というふうにね、感じてみるといいと思います。で、もちろん何調のかというと、これはね、ミレドシラアスドゥアなんですよね。アスドゥアへの転調、また主調にね、戻ってきたよということになるんですが、でも、ここ7から8、いきなりなんで私右に書いたか。なんだっけ、属七からトニカへね、こう落ち着くのではいきなりではなくて、トニカ、ミソシと思いきやそうではなくて、ないっていう、全終始と思いきや、属七になっちゃうのという、こういうのをですね、代理終始っていうんですって。本来なら代理終始して、サブドミナントです。違う。わかんないや。そのままね、転調しないでいてほしいんですが、ね、S ドゥアのまま代理終始して、また、それが本当は代理終始っていうのはもう別に転調を意味してるわけじゃないけど、ショパンはこの場合、ね、ドミナントトニカじゃなくて、おっと属七と思いきやそのまままた主調に戻るという、こういう
そういう使い方をここでしているというふうに見ていいかな。いずれにしろびっくりなんです、これは。とにかと思いきや、おっとっとっと、戻るんですか、はいはいと。そういう和声となっております。5小節目サブドミナント、転調2度七、サス4からトニカまた転調して、続筆からトニカへ行かないで代理終始しながらのアスドゥアに戻っていったよという。はいはい。シドルミ。アスドゥアのシド続七、最後にこの第4音246として、そうですね。中膨らみしますね、この曲ね。はい。1ページ目の和声を説明したつもりです。いかがでしょうか。いやー、はい。続きが、もしご覧になりたかったら、またご連絡ください。最近この手を覚えてしまった。短きことは良きことかな。1ページ目。この先どうなっていくのか。この先が難しいんですよね。だけど、ちょっとね、一旦撮影を止めさせていただきます。どうぞ、お声掛けくださいませ。よろしければ。これで一旦切ります。失礼します。他の動画もよろしければいっぱいご覧くださいませ。